りました。泥が入ってなかったんで小筒貝ですけど、割ってみたらまた降りました。しかも違う魚場です。すごい。ちゃんと筒の形に合わせてこっち側は閉じて、こっち側に肉がたくさんある感じなんですね。すごいいるんすね。なくしてもうた。あの生貝なくしてしまいました。どこ行ったかわからん。今日漁が忙しかったんで気づいたらなくなっとった。で気づいたんですけど、これ汚いほど生貝の可能性が高いですね。綺麗なやつはね、底引きで何回も当てられて綺麗になってるんですね。ここがこういうギザギザのやつの方が生貝の可能性高い。またおった。開けたらいました。3つ目、しかも2日連続です。これここくっついたんですね。引っ張ってもね出てこない。くっついてる。ここにこれ別物なのに、これどうやって形成するんかなと思ってたんですよね。やっぱりくっついて、こっからなんかこう生きてるんですよね。外側の貝も引っ張っても出てきません。くっついてプチッとくっついてます。で3つ取って気づいたことがあります。もう完全に分かりました。これはね、底引きの道具でもね、今まで死骸しか入らなかったのがなぜか分かりました。これも今日いたんですけど、ちなみにこちらも今日いました。これすごくないですか？貫通して成長してる。でもう雑草がアスファルトを突き破るかのような成長具合。これも中いるんじゃないかと思うんですけどね、泥入ってないんで。でもこれはこのままにしておきたいと思います。でこれ桁の道具でもね入らない。この貝がいるところはこうですからね。多分こっから先ぐらいしか出てないと思う。これもっと多分これぐらいまであるはずなんですけど、これぐらいしか出てないんじゃないです？桁の道具でもね、ここぐらいまでしか爪がいかないから、これはそれは入らんすよね。でなんで入ったんかも分かりました。大型船がいかりを上げた後、泥がブワッとなっとるでしょう。そこを通ったらいるんですよね。いかりで浮かされたそのドローンでビロッと出てくるんでしょうね。それを底引きが通って道具が通って入っとんですね。これだからね、マンガンでも今まで死骸しか入らなかったのも多分それですね。で1週間でなんと3つ見つけましたけど、こう生息してるその雰囲気、海の底の感じもなんとなく分かってきました。これね、帯状にいる。多分こうポン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 ってこの畝になんかこう植えてるかのようにこういる感じですね。2個目と3個目がこうライン、こことここでいった感じなんですよ。魚場これ2キロぐらいかな。1.5 キロから2キロぐらい。多分こういるんでしょうね。これなんぼでもおる。多分入らんだけで。で1956年に寄島の漁師の畑田さんという人がね、なんかコレクション品を持っとったかなんかググったら出てくるんですけど、が最後65年前にいたのが最後。しかもそれも生骸だったかどうかわからないみたいなこと書いてましたけど、どうだったんでしょうかね。まあその人もなんかちょっと俺みたいにこういうの集める人だったんでしょうね。持ってたらしいんですけど、65年前に確認されたのが最後で、岡山県では65年ぶりになんと見つけました。本当3つも。で前回当たった時に次いたら食べますって言ったんで、食べます。食べてみたいと思います。これおもろいですね。ほんとここくっついてるんですよ。ここくっついてる。あ、取れた。プチッて。あ、この黒色の点のところについてました。そこにここがついてるんですね。あ、動きます。ブニョンって動く。わかるかな。ブニョンって動いてる。二枚貝ですが、ではちょっと湯がいて食べてみたいと思います。すごいなこれ。ほんと22年間ずっと見たかったんですよね。湯がきました。人類初なのか日本人初なのか、小筒貝の食レポ行ってみたいと思います。味するんかなこれ。もう味わって集中して食べたいと思います。味がちょっとわからんでしょうからね、この小ささで。65
5年前と言ったらうちの母が10歳の時、もちろん自分は生まれてません。以来見つかった小筒貝、それ以来初めて見つかった小筒貝、いただきます。うまい。味濃い。やっぱりちっちゃいだけあってめちゃくちゃ味濃い。味はミルキーです。で当然ですが塩味がもうかなりきつい、相当きついですね。塩味、ドブのところって言えばいいんですかね。あっこがミルキーですね。牡蠣ですね。これ食べてみると牡蠣のヒレヒレの部分とこうドブがある感じですね。食べた感じ。いや今まで珍しい貝結構食べましたけど、この YouTube でもトップレベルに美味しいですね。これか玉木貝湯がいたやつかな。これ潜りの人に水中カメラ持って入ってもらえば多分小筒貝結構出てると思いますよ。底引きに入らんだけです。絶対たくさんいる。朝一からまたおかずやってます。今日もこっちかって言われそうです。おお、ちゃんと無事に入ってる。一つ。お、わかめいいですね。わかめご飯どうですかって言われたんで、わかめご飯しましょうか。これ持って帰りましょう。っていうかいつも持って帰ってるんですけど。海藻だらけですね。わかめ以外の海藻もたくさん見えてます。まあ今日は3月末ですが、もう4月ですね。でもチーム出てきましたね。おお嬉しい。ほんまに春ですね。卵焼き欲しかったんですよね。チヌが出てきたんで春じゃな思ったらもっと春らしいもんが。やった、嬉しい。本当に嬉しい。大車庫が出てるところはあるんですよね。4、5人そこに行ってます。その人たちはね、車庫3棚ぐらい取ってますね。自分はあんまりちょっと車庫、自分がしてるところに出たら取りますけど、車庫量はあんまり参加しないように自分はしてます。まあちょっといろんな考えがあってですけど、車庫のとこには行かないようにしてます。だいたい11月の海を見たら来年どうなるかだいたい予想できるんですけど、今年はもう過去3年間と比べて海変わりましたね。完全に変わりました。なかなかね説明が難しいんですけどね、もう見た感じの雰囲気が違う。だいたい11月でこうだろうなというのを思ってましたが、やはりこうなったっていう感じですね。で昔の人が3年から5年で海変わるってよく言ってたんですけど、それはもう自分も生きながらそう感じてたんですけど、エルニーニョが終わった瞬間海変わりましたね。本当エルニーニョなんかもこの海に関係ないと思ってたんですけど、インドネシアの方がエルニーニョの時は豊漁だっていうふうにね言ってたんですが、自分はカニのことしか頭にないんで、エルニーニョの年はカニがあんまりいないような記憶なんですよね。だからエルニーニョはあんまり良くないって自分は言ったんですけど、確かにエルニーニョ期間中魚すごかったですね。まあ魚すごかったらそれはもちろんカニ少ないですよね。もうちっちゃい時全部食べられますから、この方までだいぶ影響があるんでしょうね。エルニーニョ、ラニーニャ、あれがだいたい3年から5年ですもんね。やりましたね。まあこれに負けてないのがこのタコですね。が定期で入るようになってきましたね。おお、カニにヒラメに春やねって感じですね。やったね。もちろんカニの方が嬉しいですが、ヒラメもかなり嬉しい。ちょっと小型ですけどね、でもまあいてくれるだけで嬉しい。
まあ自分が取ってるということは車庫行っていない人たちは多分ヒラメ今日取ってくるでしょう。まあ大体そんなもんですよね。自分がもう7枚とか8枚取ったらみんなも7枚8枚取ってきますね。海藻取るのに網をこう振るんですけど、今振ったらカニが落ちてきました。春ですね。魚が見えるしね、カニもおるし。こっち側の網も振ったらまた落ちてきました。もう驚き、春ですね。本当に全然違うやん、2月と。今何番やりましたっけ。3番か4番かな、4番かな。チヌもいていいんですけど、まだ組合がチヌの買い取り開始してないんですよね。取ったチヌ全部競りにかけないといけないんで、まあ、今のところをベースにちょっとあまりチヌを取らないようにやってみたいと思う。このペースだとチヌ50キロぐらいすぐ行きそうなんで、ちょっとだけかわしながらまた今のところに戻ったりしながらやってみたいと思います。おお、カニやったら嬉しい。車庫見えとるな。出るかな。ここがはっきりと見えてます。見よるな。もうすぐ潮返しなんでね、その潮返しに出なかったらもう出ないでしょうね。いるのはいるんですけどね、絶対に。ただ出ないんですよね。穴から出てこない車庫が。見えてますね、車庫。また雨降るったら落ちてきました。もう網が海藻だらけで中見えないんですよね。危ねえ。さっきも1枚ここ落ちてきたやつ、あれ下手したら落としてますもんね。カニがなんと順調に当たるなんて、こんなこと。海藻すごい。あら、タコ引っ込みましたね。おお、ダメ。さすが塩返し、これおお、カニ。おお、ダブルカニ連続。いや、春ですね。これはまた美しい。あ、入ったばっかり。めちゃくちゃ嬉しいセット。まあこれだけでも俺がヒラメとカニを取って切ってるってことは、多分みんなも取ってるな。これ大体みんな同じ時間に当たってるんで、多分みんなも今当たってると思います。これ足を返したら何もおらんくなりましたね。どうですな。あ、おった。嬉しい。これが当たるんならちょっと進行しようか。どうしよう、ないもんな。黒下ビラメ。自分らはシャリゲタとかって言ってますけどね、シャリゲタって呼ばれてるだけあって、シャリの方にいるんですけど、砂地の方に、こんなダメの方で非常に珍しい。でもあれ見ると本当に春だなって感じですね。一旦海から消えたんですよね。だから去年一昨年ぐらいからまた見え始めてる。ああ、ヒラメだ。ヒラメ入ってなかった。やべえし。あ、でもなんかタコ見えてますね、何個か。こんなちゃんと商品のように包装されて、あ、2つも、しかもすごいなりました。3匹目。これも当たったばっかり、綺麗です。ナイス。ビヨン。では最後は餌エビ取って帰りましょうかね。
おお、嬉しい。エビの中にもいる。どこでもいる感じですね。大負けじゃないですか。今日何枚かな、結構いましたよね。ではエビ拾いながら今日もこのまま帰りたいと思います。お疲れ様でした。あ、ここまで。あ、でもこれもいい話しとるな。もうお疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃおるわこれ。すごいな。8枚。8あ枚です。おお、素晴らしい。今までも8枚とかおる日あったけどな、あと大きいのが3枚おったりとか、カメラ持って行ってない日ばっかりだったんで、やりました。カメラ持って行った日にやっとおる日があった。やったー。やりましたね。こちらにゃー、ゴミが後ろにありますけど、ゴミではありません。わかめだらけやん。わかめ拾ってきたけん。はい。視聴者さんがわかめご飯どうってコメントくれとったんや。わかめご飯やってみましょう。はい。で、いっぺんな試作品で作ってみたいな。醤油味でしてくれとったやん。今日はちょっと塩味でやっていただきたいです。塩。小学校の時の給食のわかめご飯で塩やったんよ。醤油やった。なんかふりかけかけただけみたいな感じだった気がするけど。がっつりわかめご飯だったけど、そんなのはなかった。めちゃくちゃ美味しかった思います。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。いやー、こんなん届きました。買ったんですが、グレンフィデック18年。やった、18年はね、さすがにお高いで。うわー、中のボトルまでこんな形なんですね。でも13,000円。耐えれませんが、ギリ耐えれるぐらい。耐えれてませんが、グレンフィデックとはゲール語で鹿のことらしいです。だからここに鹿のマークがあるそうです。スベイサイドウイスキーです。いやー、18年高いけど、あ、いい匂い。あー、好きな感じの匂い。華やかな。おお、グレンモーレジの時のような衝撃。香りはですが、あ、こちらはコップに注いだ時も蓋開けた時と同じような香りです。香りが残ってる。めちゃくちゃいい香り。フローラル&フルーティーって感じでしょうか。一応最初はストレートで唇に当てて舐めるだけみたいな。あ、うまっ。めちゃくちゃ好きなタイプ。もう香りからして好きなタイプですけど、グレンモーレンジの時のぐらいと同じぐらいの衝撃。うわ、これはうまい。スペイサイドってなんか全体に口に合いますね、自分は。あ、これは、おお、これは自分の中ではかなり美味しい。グレンモーレンジ超えるか。比べてみます。グレンモーレンジ勝てるんでしょうか。未だにこれを超えるウイスキーには出会ってませんけど、グレンフィデックならいきそう。でもグレンモーレンジか。まあそれぞれ違う、まあ、特徴っていうかね、ありますから、もうこれ比べること自体がちょっとまあダメなんかもしれませんけど、グレンモーレンジかな。すごい爽やかで甘みもあってフルーティー、フローラルな香りもするし、もうすごい今のところ2位ですね。やっぱりちょっとこれの壁は厚かったようです。このチャンネルの視聴者さんたちは詳しい方が多くいらっしゃいますので、この自分のこの悩んでるのが分かっていただけると思います。いや、でもこれおすすめしてくださってありがとうございます。もう最高の一本でした。まずはわかめサラダからです。梅肉を添えていただきたいと思います。最近ね、ずっと毎日ほぼわかめサラダ食べてるんですけど、ハマりますね。これ特に軸っていう茎の部分がめちゃくちゃハマります。つるつるコリコリ。いただきます。
わかめを皆さん取ったらぜひ梅肉を添えてみてください。いいですね、これは本当にペロって一皿いけそうです。わかめご飯にはちなみにヌチマースを使っております。沖縄の塩です。そんなに特徴がある塩ではありませんが、旨味と辛みが最高です。わかめご飯です。ありがとうございます。で、お味噌汁です。わかめの味噌汁もいただきます。いただきます。わかめ汁。今日3月末なんですけど31日ですが、わかめゴリゴリです。やっぱ2月のようにですね、トロトロしたなんか溶けるようなわかめではない、もう成長して大きくなってますんで、歯ごたえを楽しむ感じですね。ここまで来るともう葉っぱより軸の方が美味しいです。ではいただきます。わかめご飯、ヌチマースの塩で塩味です。美味しい。ただちょっと塩味が効いてないな。塩を加えましょう。何加えようかな。フランス4大製塩地の一つゲランドの塩を加えたいと思います。万能塩ですね。大体何の料理にでも合います。フランス4大製塩地の塩の中では一番無難。あとはノルマンティエかな。ノルマンティエはなんか美味しい感じの塩なんですけど、これはもうだし味をすごく感じる塩です。もう本当に何の料理使ってもこれさえ使っとけばもうほぼ間違いないんじゃないかなと思うような塩ですね。これとあと輪島の海塩、石川県の似てないけど似てる感じです。輪島の海塩もだし味ですね。このゲランドの塩もだし味。ほとんどの日本人の方が好むんじゃないかなと思いますね。この塩はしていただきます。小学校の時に食ったわかめご飯の味に近くなりました。うまい。よかったよ。あ、うまい。味噌汁がうまいな。味噌汁いってわかめご飯。日本の料理ですね。誠に美味しいです。ただ今日の優勝はこのやっぱ梅肉わかめでした。わかめご飯にも梅肉のしたら美味しい。あ、なるほど。ほんまにうん。いけると思う？美味しいんじゃね。美味しいと思います。いってみます。普通の梅ご飯になってしまったな。梅多すぎた。今回もご視聴ありがとうございました。うまいです。うまい。うまいうまい。だからこの間作った醤油味の方がうまいな。やっぱ醤油の方がうめえかな、やっぱり。今日も入念ですね。今日どこしようたん？今日ここのホテルへ。